はい、皆さんこんにちは、かっちゃんです。ピャリピャリ。ということで今日は切り餅と春巻きの皮、海苔としらすを合わせて少ない油で揚げずに簡単、パリパリ海苔しらす餅を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料は春巻きの皮5枚、板海苔1枚、しらす 30g、切り餅2個。その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。春巻きの皮は剥がしやすいように室温に10分ほど置いてから使ってください。はい。ではまず切り餅2個は、まず1個あたり4等分の大きさに切り、これをさらに半分の厚さ、1個あたり8等分の大きさに切ります。しらす 30g、オリーブオイル小さじ2、塩少々を混ぜ合わせます。はい。では板海苔は半分の大きさに切り、これをさらに8等分、1枚あたり16等分の大きさに切ります。室温に置いた春巻きの皮を剥がし、5枚用意します。剥がし終えたら3等分の大きさに細長く切ります。では切り終えたら光沢のある面を下にして平らな場所に置き、中央より少しだけ上に切っておいた板海苔を乗せ、手前にしらすと切り餅1個を置きます。ではこんな感じで具材を置いたら、手前から三角に折りたたみます。では三角に折りたたんだら巻き終わりに水をつけてくっつけます。で今回出来上がり15個に対して板海苔16枚、切り餅は16個あるので、半端な海苔は1個に2枚ほど入れて、最後残った切り餅も細かく刻んで使い切ってみてください。春巻きの皮を巻き終えたら、フライパンに深さ5ミリほど気持ち多めに油をひいて、中火で熱します。はい。では油が温まったら、春巻きの皮の巻き終わりを下にして並べ入れます。では並べ入れたら底が色づくまで加熱します。では底が色づいたら返して半面も加熱します。はい。では両面が色づいたら取り出して油を切ります。はい。では油が切れたら完成なので、あとはお皿に盛り付けましょう。OK。はい。ではこんな感じで、お正月に残った切り餅で、お手軽簡単美味しく作れるパリパリ海苔しらす餅の完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回はお正月に残ったお餅のアレンジレシピ、パリパリのりしらす餅を作ってみました。それでは本日は三ツ矢アップルスパークリングで乾杯。乾杯。くーアッポー。じゃあ早速いただきましょう。
今回は切り餅に春巻きの皮や海苔、しらすを合わせて少ない油で揚げずに簡単美味しく作れるパリパリ海苔しらす餅を作ってみました。じゃあ中に入れたしらすの塩気で美味しく食べられるのでこのままいただきます。もし味が薄く感じたらお塩やマヨネーズなどつけて食べてみてください。じゃあいただきます。パリジェンヌ。美味しい。外側はパリッパリの春巻きの皮の食感、中に入れた切り餅のもちっとした食感にしらすや海苔の風味がよく合い、とても美味しく食べられます。で切り餅はあらかじめ細かく切ることによって火が通りやすく、春巻きの皮が色づいてくる程度に加熱すると中のお餅にもしっかりと火が通り美味しく食べられます。で今回はお餅としらす、海苔を合わせたんですけど、しらすにはあらかじめオリーブオイルをあえておくことによって具材を乗せる際にもしらすがパラパッとばらけにくく綺麗に包むことができ、このしらすの塩気、海苔の風味がお餅とよく合い美味しく食べられます。でしらすを少しオリーブオイルであえておくことによって口に入れた瞬間にほんのりオリーブオイルの風味が広がりつつ、しらすに結構塩気があるのでしらすの塩気、あとは少しお塩を足して全体がちょうどいい味わいになり美味しく食べられます。で春巻きの皮を3等分して使うことで一口サイズで食べやすく、巻く際も春巻きの皮をパタンパタンと折りたたむだけで簡単に作ることができます。で海苔だけ少し表面に出ていた方が見た目がいいので、春巻きの皮中央より少し上に海苔を置いて巻くことによって見た目も綺麗に仕上がります。で加熱する際も三角形の平たい形なので少ない油で調理することができ、お正月に切り餅残った場合に消費したい時にもおすすめのレシピになってます。ということで今日はお正月に残った切り餅でお手軽簡単美味しく作れるパリパリのりしらす餅を作ってみた動画でした。パリッとした春巻きの皮にもちっとしたお餅、中に入れたしらすや海苔の風味がとても美味しいレシピになってます。三角形の一口サイズで食べやすく、調理工程も簡単にお正月に残ったお餅を消費できる美味しいレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方は、グッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャワダバイ、パリパリ新年エンドレスパリパリ。